This is my architecture へようこそ。今回のゲストは株式会社アベジャのリサーチエンジニア中川裕太さんです。中川さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、株式会社アベジャと今回お話しいただくアベジャプラットフォームについて教えてください。はい、アベジャは2012年に創業した日本とシンガポールに拠点を置くグローバル展開を目指すようなテクノロジーベンチャーになっております。絶賛メンバー募集中なのでよろしくお願いします。我々が提供しているサービスとしましてはアベジャプラットフォームというものがあります。これは2015年から提供しているサービスの中で培った機械学習の実装であったりとか運用といったノウハウを詰め込んでディベロッパーがエンドツーエンドで機械学習のワークフローを回せるようなプラットフォームとして AWS 上に構築し提供しているといったサービスになっています。なるほど。ではそのアベジャプラットフォームがどのような機能をどのようなスケールで提供しているのか教えてください。はい、アベジャプラットフォームでは機械学習のワークフローに必要な機能を一通り備えています。インサイトフォーリテールと呼ばれる我々のプラットフォーム上で動作最大規模のサービスにおいては1日10テラパーデイのトラフィックをさばいていたりだったりとか、あとは IoT デバイスを1900台以上さばいているといったようなサービスになっています。今回はそのプラットフォームの中でも特にトレーニングとインファレンスといった部分にフォーカスを当てて説明していきたいなと思います。ではまずトレーニングについてアーキテクチャを教えてください。はい、トレーニングでは Kubernetes を用いて GPU インスタンスクラスターを組んでいます。まずインプットとなるデータは S3 に溜まっていまして、この学習データを学習コードと一緒にこちら側のクラスターに流していきます。こちら側で学習されたモデルというものはここにあります S3 に、保存されていき、インファレンス時にはここの S3 から ECS のサービスとしてデプロイされてホスティングされていくというようなアーキテクチャをとっています。なるほど。トレーニングでは Kubernetes を利用した GPU クラスターが構成されているんですね。では一方インファレンスの方はどういったアーキテクチャになっているのか教えてください。はい、ポイントは3つあります。1つ目がこちらにありますブルーグリーンデプロイ、2つ目がここで書いてありますサービスディスカバリー、3つ目がスポットインストの利用という形になっています。まずブルーグリーンデプロイに関してなんですけれども、こちらはやはりサービスを停止することはよくありませんので、ブルーグリーンデプロイを用いると同時にディープラーニングならではのその精度を検証した上でデプロイしていきたいだったりとか、そういった要望を満たすためにこういった形でECS でブルーグリーンを作っています。さらにこちら側のサービスディスカバリーの説明をさせていただくんですけれども、新しく ECS サービスが出来上がったタイミングでクラウドウォッチログズへイベントが流れます。クラウドウォッチイベントからラムダを経由してDynamoDB へこちらのサービス名と IP というものを登録しに行きます。外部から ALB を経由してサービスが呼ばれるんですけれども、この ALB からまずプロキシーとなるサービスに行きます。でこのサービスは DynamoDB へサービス名を持って聞きに行き IP を取得するといったようなことを行います。これによりこのプロキシーは正しいサービスへプロキシーしてあげることができるといったようなアーキテクチャをとっています。これによりですね、ブルーグリーンですのでやはり安心安全な切り替え切り戻しであったりとか、さらなる機能拡充への下地っていうのが整うことができました。では推論では ECS を利用されている、さらにはブルーグリーンデプロイメントとサービスディスカバリーの仕組みによって今後の機能拡充というものに対して下地が整っているということですね。はい、ではもう一つ ECS の下のレイヤーインスタンスレベルにはどういった工夫があったのか教えてください。はい、まずここで用いられる GPU クラスターであったりとかサービスに用いられるインスタンスは高いということもありますので、EC2 のスポットインスタンスの利用というものを行いました。さらに EC2 のオートスケールと ECS だけでは賄いきれないような集約率といったものをこのスポットインストというサービスを用いて高め、日々数十台から100台ぐらいの規模でインスタンスが動いているんですけれども、集約率が 98%、原価にして7割減といったことを達成しています。素晴らしいコスト最適化ですね。
では最後に、今後のアベジャプラットフォームのチャレンジについて教えてください。はい、こういった形で一通りの、パイプラインが備わってきたというところですので、よりアドバンスな機能の作り込みっていうところにチャレンジしていきたいなと思っています。具体的にはシステムのメトリクス、例えば CPU であったりとかメモリ、そういったものに加えて精度のメトリクスっていうものを見ていきたいなと思っています。これにより、日々運用の中で溜まってくるようなデータを生かしてプロアクティブにワークフローを回していけるような、そんな世界を描いていきたいなと思っています。ぜひ一緒に実現していきましょう。アベジャプラットフォームの、コンテナ関連技術を適材適所で組み合わせたアーキテクチャについて解説していただきました。中川さんありがとうございます。ありがとうございます。これがアベジャの This is my architecture。